はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのエスパーミッドを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、現在新環境において圧倒的なトップメタとなっているデッキですね。MO チャレンジにおいては、こちらの完コピであるリストが優勝を含め複数上位に入賞していることで話題となっています。新カードとして最も強力なのが大洞窟のコウモリで、本体は11という貧弱なボディではあるのですが、土地以外であれば何でも抜くことができ、いつ出してもいやらしいクリーチャーになっています。さらにラフィーンやスクーナー戦で強化していくことも可能なので、生き残ると飛行反コンクロックとして、ライフレースを有利に進めていくことができますね。また、スクーナー戦は言わずもがな、切り崩しも覗き火狙いも当たらず、3、4というボディのため、パワー3までは無視できるのも強く、新環境ではずっと見ることになりそうなカードになっています。ただし、エスパーの場合は後手だと弱くなってしまうカードなので、2枚だけの採用となっていますね。はい。ということで今回もランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。今回は新しい試みとして他の強豪プレイヤーの方の試合を解説実況しています。さあ、ということで実況していきたいと思います。これはかなり綺麗な、いいハンドですね。しっかりと3色あって、1、2、3、4と、動いていくこともできるので、かなりバランスがいいハンドではないかなと。さあ、相手はジャンドランドからスタートということで、おそらく、ランプではないかなと。ランプに対しては、このコウモリがかなり活躍してくれるのではないかなと。さあ、ここは山。使い魔。ということはこれはアラーラですね。アラーラに対してはやはり、コウモリがね、かなりいい活躍をしてくれるのではないかなと。さあ、ここはコウモリを出していく。まずは手札チェック。なるほど。これは一旦カルノサウルスを抜くしかないかなという感じではありますね。ただ次のターン、ルーカが4マナでね、出てくるので、そこだけはちょっと、懸念点ではあるかなと。ここはカルノサウルスを抜いていきますね。さて、ということで相手はおそらく、ルーカを出してくるでしょう。ただ4マナで出した場合は、中精度が2少ない状態で出てくるので、ラフィーンを出すことによって、コウモリをでかくして、落としていくことができますね。さあ、ここはルーカを出してくる。中精度3スタートということで、33は出てくるのですが、即、コウモリで落とすことはできますね。さあ、11でアタック。ラフィーンを捨てそうですね。他のカードは全部欲しい感はあるので、現状被っているラフィーンを捨てそうかなと。さあ、2-2にして、ルーカはそのまま落としていく。展開としてはかなり、こちらが有利な展開ではあるかなと。相手は一応そのクロック自体は残っているんですけど、土地もなく、で、この使い魔もね、切り崩せて除去ることができるので、なかなか、展開するのが難しいという状況ですね。さあ、ここは土地がなかったのか、群れのあたりで、土地を持ってきてそのまま出していくと。さあ、ただここは力戦。これはどっち行くかな。ラフィーンも一応除去れる状況ですが、ラフィーン行きましたね。さあ、使いまで、追加コストを払って、ラフィンは除去っていくと。さて、これは、最後の手札を、コウモリ一旦確認するかという感じではありますが、切り崩して除去ってから、なるほど。これであれば、トップ土地かつ、アラーラとかいうハンドではない限りは、しっかりとね、展開をしていけるというプレイングですね。さあ、ここは何を引いてきたか。まずは3点アタック。さて、もう一回使い魔。なるほど。さて、こうなると、一旦コウモリを、まずは殴る。これもおそらくさっきと同じですね。使い魔でブロックしたら、フォローで、除去っていこうと。結局、アラアラ側は、その、マナを縛られるのが一番きついんで、っていうのを、相手も考えているという感じですね。11が殴るということは、もう、こっちのね、フォローは透けてるんで。ただここはブロックを選択。なるほど。フォローを使わせようと。さあ、マナクリは一方取られて、
まあただ相手側はね、このフォローを、即落とすことができないんですよね。カルノサウルスを引いてくれば、まあ一応なんとか全力で落とすことはできるんですが、まあただそうすると、アラーラとしては展開がね、かなり弱くなってしまうという感じですね。さあ、ここはしっかりと、まあ砂時計を使いながら長考していく。さあ、3点アタック。ただ、放浪は残ったままと。残り2枚が何か。お、構えてくる。なるほど。まあ一旦、手札確認ですね。ただ止まってきてるので、まあ何かしらインスタントタイミングで動ける、カードを持っている可能性がありますね。さあ確認していきたいが、なるほど。これはまあ亀を追放するしかないですね。まあ冒涜者は、結局、マナクリがいないんで、まあ次のターンは、まだ出せないということで、まあだいぶ有利に、これは展開していくことができるのではないかなと。さあ、ということで、ここは2体でアタック。まあこのコウモリがね、どんどんとでかくなっていくのもいいですね。もう44の飛行反根ですからね。さあ、こうなると相手は、まあマナクリをね、2体失ってしまっているのが、やはり苦しい展開となっています。さあ、とりあえず、フォローにアタック。お、なるほど。特目で、まあ、婚礼の発表がひっくり返っているということで、しっかりと相打ちを取ることができると。さあ、アーティ引いてきたのはかなりでかいですね。まあ、今回のエスパー、ちょっとね、カウンターが少ない構成なんですけど、まあ、なんだかんだこのランプとか、あらあらに対しては、カウンターがね、かなり刺さるということで、まあ、こうなると相手はもう、さすがに動けないという状況ですね。うん。いや、コウモリがね、やはり、かなり強いですね。はい、ここで投了と。じじ。さあ、サイドボーディング。まあ、対アラーラということで、まあ、カウンターはすべて入れていくと。で、まあ、対アラーラは、まあ、除去はちょっと抜いていきそうな感じはしますが、さあ、ここはどうしていくか。うん。まあ、のどっ首を2枚抜いて、お、かき消しを抜くという判断。なるほど。そして否認を入れる。まあ、マナが伸びてしまったらかき消しは効かないという感じですかね。そして、まあ、脅迫も入れてもいい感じではありますが、そして、まあ、打ち砕くも入れていく。まあ、相手がエンチャントをね、結構使ってるデッキということで、そして出てくるクリーチャーも、まあ、タフ4以上が多いということで、まあ、使っていった方がいいカードですね。いや、いいですね。サイドボーディングって結構人によって、特色が出るんで、人のサイドボーディングを見るの楽しいですね。さあ、そしてここは、ネズミも抜いていく。なるほど。いや、入れた。まあちょっと遅い、婚礼の発表を抜くという判断ですね。さあ、1本目勝って2試合目。まあこれもキープしていきそうですね。コウモリからのラフィーン。まあこの動きがね、やっぱりめちゃくちゃ強いんで。さあ、まずはタップインを処理していく。まあラフィーン2枚目を捨てながら、コウモリもでかくなっていくという形ですね。さあ、ここは森から豆の木。強いですね。2ターン目に置かれるとね、かなりアドバンテージ取られる可能性があるんで。さあ、まずはコウモリで手札を確認していきましょう。お、なるほど。これはちょっと相手ハンドがだいぶきつそうですね。まあ、サイクリングラウンドが結構あるんで、ただここはタップインをしていく。なるほど。まあ、ミレックスを置くとね、トップアラーラが出せないんで、という判断かなと、これは。さあ、ここは、まあ、クロックを展開していくという形で。まあ、相手はおそらく、全体除去は入れてると思うんで、まあ、サイクリングしていって、全除去を探しに行く感じになるかな、これは。まあ、一応トップアラーラのメモ残しつつっていう感じですね。さあ、これは、まあ、ただこのターン別にコウモリ出す、いや、どうかな。ここはもう、でかくしていくか。相手の残りの1枚が、
全除去だった場合はコウモリから入った方がいいんですけど、まあ、ただそれ以外だったら、もうどんどんクロックをね、でかくしていった方がいいんで、まあ、ここはラフィーンででかくしていくという判断ですね。さあ、相手は、はい。まあ、サイクリングで全除去を探しに行くと。まあ、ただ相手はこれ、全除去を引かなかったらもう、かなりきつい状況なんで、そしてストロークも引いてくる。相手はもう次のターンだけですね、チャンスが。ストロークを構えながら、まあ、こっちは動いていくことができるということで。で、さらにコウモリもあるんで、まあ、実質、次のターンが、もうラストチャンスかなと。さあ、ここで、太陽効果を引けるのかどうか。おーっと、ただ歴戦の束縛。まあ一応ワンドローはすることはできるんですが、これはラフィーン行くのかな。うん。まあ相手は、まあおそらく、その、カウンターを持っていない体で動いていくしかないという状況ですね。カウンターを持っていなければ勝てるというプランを取っていく。まあここは一旦コウモリ行きそうですね。うん。コウモリで、手札確認しながらストロークを構えていくと。いや、コウモリなんか、発売前の、想像よりだいぶ強いですね。ちょっと前までね、その、ホダコのカスメトリっていう、まあ、コウモリと似たカードがあったんですけど、まあ、そっちはね、クリーチャーを抜くことができなかったんですけど、コウモリもう何でも抜けるんで、かつ今はもうラフィーンとかがあるということで、さあ、残り6点。これはもうストロークがあるんで、はい。まあ、冒涜者ではどうにもならないと。さあ、カウンターして、ここは、テンポを取って勝っていくと。うん。いやー、この試合に関しては本当にもう、コウモリが完全なる MVP ですね。一気に削り切っていく。オーケー。お、相手超強豪ですね。日本選手権だったかな、優勝してる方ですね。さあ、これは、まあ、キープしてもいいハンドですね。まあ、先手ということで、フェアリーの黒幕が、どこまで活躍するか。相手もラフィンの塔ということで、まあ、おそらくこれはミラーですね。まずはデニックから。まあ、ミラーにおいては、その、フェアリーの黒幕が生き残った方が強いんで、まあ、先にデニックを出していった感じかなと。で、この展開であれば、まあ、黒幕を構えながら、切り崩しも構えていけると。さあ、ただここ相手は構えてくる。カウンターがある可能性はありますが、さあ、ここは黒幕は通っていくと。そして切り崩しも使っているので、まあ、これは除去られない可能性が高いですね。お、ここはデニックの判断。なるほど。まあ、おそらく相手がそのカウンターなりの構えてそうな動きということで、まあ、カウンターされてもいい方からキャストしていったという感じですね。まあ、フォローはね、どっちかというと、通したいカードということで。お、タップインさせる。なるほど。フォローをこのターン、まあ、出すか構えるかなと思ったんですが、さあ、ここは、さらに婚礼の発表が出てくる。このターン動けないのちょっときつそうですが、フォロー触ってるんで、これはミスっぽいですね。まあ、ここは仕方なく黒幕を起動していくと。さて、ちょっと展開的にきつそうかという感じではありますが、婚礼の発表連打がね、やっぱりエスパーミラーって結構きついんで、マルコム。まあ、これは切り崩しで、しっかりと落としていくと。さあ、ここは構えていく。ただ次のターンからね、どんどんこのトークンがでかくなっていくんで、ドレッド。まあ、ドレッドはしっかりと対処はできるということで、問題はないんですが、さあ、ただここフォロー出していくのかどうか。まあ、今のエスパーがそんなにそのメインはカウンターが入ってないんで、さあ、キャストしていきますが、通っていく。なんとか、なっていきそうか。プラスの判断。除去を持っている。なるほど。さあ、こうなるとフォローを生き残らせるのも結構きつそうな感じではありますが、
さあ、まずはセオルドレッドは対処をしていく。さあ、何かしら引いていきたいですが、7 6ミ狙い。まあ、一応、1体除去って特目出してって感じで、なんとか生き残らせることはできそうではありますが、さあ、まずは能力起動に合わせて、7 6ミ狙い。まあ、クリーチャーがいなくなったんで、トップは見ることができないと。さあ、これが通れば、まあ、ギリギリホーローが生き残るという感じですが、相手のラストのハンドが、ホーローだった場合は、落とされてしまうと。これは、ちょっときついですね。5ターン目にね、こっちがホローを出せてれば結構ね、展開は違ったとは思うんですが。さあ、ここは、まあおそらくホローを落としてくるとは思うんですが、さあ、プラスでしっかりとフォローを落としていく。からの、相手の、トークンが、毎ターンね、これ、もう3-3で出てくるんで、アーティは強いんですが、まあ、ラフィーンもカウンターしたいですし、フォローも対処はしないといけないと。まあ、ここはラフィーンに、カウンターを使っていく判断。ただ、フォローが止まらない。まあ、現状、相手の方が、まあ、8割有利ぐらいな感じですね。さあ、マイナスで4-4警戒が出てくる。これはかなり厳しい。からの土地、さすがに厳しいか。特目をキャスト。まあ、勝ち目があるとすれば、まあ、クリーチャーを並べる系のカードをどんどんと引いて、で、特目で相手のカードを、まあ、サイズでね、上回っていくというぐらいしかないかな、これは。ちょっとかなり、ただこれ、フォロー落とせそうですね。土地。いや、これワンチャンありますね。ミシュラランドで相手のフォローを落とすことができるんで、で、さらにこれ、特目でコウモリがね、毎ターンでかくなるんですよね。これはね、全然逆転ありますね。スクーナ戦はまあ、この状況だといらないんで、墓地に落としていくと。いや、ハンコンがこれはかなりでかい。ただ、耐えれるかどうか。残り3点。おお、さらにコウモリ。これでかいぞ。相手これどっちかな。はい。いや、これはある。全然ある。さあ、2体いけますね。まあ、特目でアンタップするんで。さあ、3点ゲインしてからの、まあ、反根生物をでかくしていく。土地。いや、コウモリで逆転しましたね、これ。さあ、このターンは1体だけブロックで OK なんで、フォロー持たれてたとしても、まあ、死ぬことはない。さあ、残り2点。これで、ここで投了と、コウモリ強え。GG。さあ、サイドボーディング。軽量除去を2枚、追加で入れていく。で、まあ、後手ということもあって、スクーナー戦はもう全部抜いていくと。で、さらに、ウセロも抜く。なるほど。まあ、ウセロを入れておくよりも、なんていうか、邪悪落ち砕くを入れた方がいい感じはしますね。まあ、エスパーミラーに関しては、婚礼の発表とか、まあ、ドレッド、あと特目とか、まあ、当たる範囲がね、かなり広いんで。さあ、打ち砕くは1枚だけ入れて、サイドボーディング完了と。さあ、これは、まあ、割と良さそうなハンドですね。相手はワンマリガンかな。さあ、白黒からのスタート。まあ、カウンターはない、感じですが、はい、次の特目。まあ、特目はしっかりと、対処することはできるんですが、これは一旦、通すかどうか。まあ、3ターン目ということで、まあ、構えておくと、一応これの発表をね、相手がキャストしにくいっていうのもあるんですが、ただここがタップイン。なるほど。さあ、これはもう相手カウンター構えられない状況ということで、これの発表を出していく。まあ、エスパーミラーは、
この婚礼の発表を多く出してる方がだいぶね有利になっていくんで。さあ、ただ相手も婚礼の発表。さて、一旦タップインを処理して、殴る判断。さあ、ここは一旦スルーして、さらにトークンが出ていく。これ、特目が通った方が勝ちそうな感じですね。さあ、ここはトークンを出させてから黒幕をキャスト。まあおそらくね、これ、こっちからするとカウンター持ってるなら使ってほしいっていう感じですよね。さあ、ただ何も相手は動いてこず。まあ一旦黒幕は殴りそうですが、お、フルパン。お、そして黒幕出てくる。これ全部相打ちさせるかどうか。黒幕だけ。なるほど。これカウンター構えられないんで、いや、いい展開ですね。まあ、ただ、相手もクリーチャー2体残ってて、で、まあ、おそらく特目出してくるんで、はい。いや、これはなんか面白い展開ですね。完全に動きが同じ。そして、ラフィン。うん。まあ、ただこっちの方がやや有利ですね。お、殴る判断。ただ、これはどっちとも残したいんで、うん。まあ、相打ちは仕方ないという感じですかね。うん。一体だけ相打ち。なるほど。さあ、そして、残り1枚。コウモリで奪っていきましょう。ノードクビ。これが偉い。いや、コウモリやっぱ強いですね。しかもサイズも33飛行半コント。ここで投了。コウモリが強すぎる。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。